Hello guys。今日は日本語で英語耳について話していきたいと思います。まずは結論ファーストで、英語耳って要は英語がすごい聞こえるようになりましたってことなんですけど、マジで2日前ぐらい、昨日の夜にもう確信に変わったって感じなんですけど、何がっていうと、英語がすごいクリアに聞こえるようになりました。トロントに来たのは今年の4月ぐらいなんで、ちょうど5ヶ月前ぐらいにトロントに来たんですけど、最初来た時はもちろん勉強をしてたんですけど、ネイティブと話す機会ってそんなにないと思うんですよ。で、スケボーやってるんで、スケボーパークに行ってネイティブの人と勇気出して話したんですけど、スケーターとか若者が喋る言葉って日本語もそうみたいにちょっと砕けてるんですよね。なんで学校の先生の言ってる英語はすごい理解できるんですけど、スケーターとか若者のそういうリアルな生の英語ってやっぱりすごい聞きづらくて、全然わかんなくて、違う言語喋ってんじゃねって思った時もあったんですけど、それで語学学校の先生に聞いたんですね。どうやったらリスニングが良くなるかっていうのを聞いたんですけど、その先生が言ってたのは、もうとにかく題材は何でもいいから聞きまくる。例えばポッドキャストとかで自分の好きな趣味のものだったりとかを聞くっていうのを言ってて、でもどんだけいっぱい聞いてても半年はかかる、6ヶ月はかかるって言われて、で6ヶ月経ったらブンって急に聞こえるようになるって言ってたんですね。で、俺はその先生がすごい好きだったし信頼してたっていうのもあるんで、その言葉を信じてて、バスの移動中とかそういうのを聞いてました。今までのリスニングの理解度が70%、80% とかだったとしたら、まだたまに分かんない単語、例えば本当に知らないボキャブラリーが出てくると分かんないんですけど、90% ぐらいはもっとクリアに何を言ってるかが分かるようになったんですね。本当にブーンでした。本当に気づいたのは2日前ぐらいで、その後ネットフリックスとか見てても結構もう字幕なしでも急に理解できるようになる。正直今までトライしたことがなかったんで微妙なとこではあるんですけど、もう今は結構なしで見ても全然いけるっていう感じに急になりました。急に本当にブンです。なんで本当に英語耳に関して今リスニングとかつまずいてる人とかは本当にキーワードはブンです。やってたこととしては、シャドーイング、隣のサンフェルドっていうネットフリックスのシットコムみたいなやつ、フルハウスとかビッグバンセオリーみたいなやつをピックして、まだ途中なんですけど1話をもう全部フルコピーするっていうのをやってます。で、あとはポッドキャストでスケボーの話題だったりとか、もう普通に興味があるやつをただ結構聞き流してましたね。もうポッドキャストは本当に移動中に聞くみたいな、音楽の代わりにポッドキャストを聞いたりしてました。で、あとはさっき言った YouTube チャンネル、名前がマグネイツメディアっていうんですけど、もう英語のチャンネルで探したんですけど日本語の字幕がなくて、これマジで普通に面白いんで、勉強がてらとか見たい人いたら見てほしいです。本題とずれちゃうんで、今回はそのチャンネルは置いといて、一応概要欄に貼っておきます。で、あとはとにかくネイティブの友達と話すようにしてました。もちろん語学学校にも仲いい友達たくさんいるし、その人たちと話すことももちろん勉強になるし、その遊んでる動画も概要欄に貼っておきます。もちろん語学学校でみんな英語は勉強してるんですけど、 ESL 第2カ国語としての英語を喋る人と母国語として英語を喋る人、もちろんレベルにすっごい差があって、
なんか普通に暮らしてたら多分留学生であってもそんなに数多く長話する機会ってないと思うんですよ。でも僕はスケボーやってたんで、スケボーあれば誰でも友達になれる。スケボーパーク行ってWhat's up? みたいな感じで話しかけたらもう友達。ネイティブと喋る機会はほぼほぼスケボーパークだったと思います。英語学習者じゃ使わないような単語もネイティブはよく頻繁に使ってる単語とかもあるしっていうので、それでもうほぼリスニングもずっとリスニングテストだし、語彙も学べるしっていうので、英語耳に関しては結構スケボーでネイティブのスケーターたちと話したのが結構でかかったと思います。やってたことはそんぐらいですかね。特に大事だと思うのはネイティブと話すこと。バイト先とか、トロントだと正直多国籍すぎて英語が母国語の人と話すのって意外と難しいと思うんですけど、スケボーとか、どっかコミュニティ見つけるとすぐ友達になれるし、その分ネイティブの人と話す機会も多くなるかなって思ってます。まとめると、やってたことっていうのはシャドーイング、ポッドキャスト、あとは YouTube、さっき紹介した YouTube チャンネルを見るっていうのと、ネイティブと話す、4つぐらいですかね、リスニングに関しては。なんで本当に答えみたいのも正直あると思います。本当に急にブンです。英語耳のキーワードはブンです。もちろん6ヶ月っていうのは先生も言ってたんですけど、人によって聞く量によってもちろん前後はあるとは思う。あるって言ってました。例えばちょっと時間がかかる人だったら8ヶ月とか。でもみんな絶対その時が来るって言ってました。遅かれ早かれ。なんでもし今勉強しててリスニングに難航してる人がいたら、もちろん勉強することは大前提として、でも時が経つのも大事。多分脳が慣れるまでに時間がかかるんじゃないんですかね。知らんけど。なんで本当にある時急にブンです。何回も言ってるんですけど、ブンですっていうのが来るんで、そこまで頑張ってほしいと思います。なんでもし日本人でトロントじゃなくても英語を学んでる人で同じ体験があったらコメントお願いしますっていう感じです。ありがとうございました。今日は Vlog でもないしファッションでもないしスケボーでもないんですけど、マジでちょっとこれ最近で一番嬉しかったことなんで共有させてもらいましたっていうことで、バイバーイ See you